ここは夢と冒険の聖地スナックワールド。ドラゴンだっているし、便利なスマホはみんな持ってる。そんな生かした世界なんだ。そして俺の名はチャップ。大陸を蝕む悪の商人ビネガー・カーンに故郷の村を潰された俺は先輩返しの復讐の旅に出たんだ。いよいよ俺の旅はビネガーに近づいていく。あいつを倒すためなら俺はどんなインポッシブルなミッションも乗り越えてみせる。さて今日も大冒険の始まりだ。この不気味なホテルで不気味なモンスターに囲まれた生活、あと何日続くの？なんじゃい急に。しかもずっと夜だし、フレンチトースターの青い空が恋しい。あんなに嫌いだった紫外線とも今なら仲良くやれそう。完全なホームシックじゃな。ここは我慢でごわす。ヴァンパイアを倒さないことにはビネガーの元へはたどり着けないでごわすよ。それまではこの街を出られないから。でも思ったんだけどさ、ヴァンパイア倒さなくてもよくない？え？ヴァンパイアの横をすり抜けて月夜街道を突破しちゃえばいいのよ。確かにそれは明暗でごわす。しかしそう簡単にいくかの。ヴァンパイアの使う念動力は厄介じゃぞい。だったら誰かがおとりになって目をそらしてる隙に行くとか。おとりといえばゴムさんじゃん。ゴムさんはおとり界のホームラン王でごわすからね。嬉しくないわい。そもそもおとり会ってなんじゃ。確か初めて戦った時、ヴァンパイアはニンニクが大好物って言ってたわよね。それを利用するの。どうやって？ニンニクで炒めたゴムさんを差し出して、それに食いついてる間に横をすり抜ける。それいい。よくないわい。わしがおとりになる前提で話すな。じゃあニンニクとバター醤油で炒めたゴムさんを差し出して。味付けの問題じゃないわい。炒めるのも差し出すのもやめんかい。俺のばあちゃんは言った。一人はみんなのために、みんなは一人のために、そしてお前はニンニク炒めに。どんな状況で言ったんじゃそんなこと。もっと他の方法を考えんか。では単純にゴムさんを輪切りにして塩で召し上がっていただくというのはどうでごわす？調理方法の問題じゃないわい。もういい。わしが調べる。実はこんなこともあろうかと Q&A サイトにヴァンパイアの倒し方を質問しておいたんじゃ。何よ、早く言ってよ。おお、回答がたくさん来とるぞい。どれどれ。ヴァンパイア撃退に有効なのはやっぱりニンニクです。やっぱりそういう回答だよね。ヴァンパイア撃退の定番だから。他には？次もニンニク。ニンニク。気合。気合でどうしろって言うのよ。次もニンニク。次が太陽。ニンニク。聖なる水。その辺はもう試したでごわすな。ニンニク。倒すのは無理。ニンニク。ニンニク。銀の弾丸。金の弾丸？初めて出た撃退法でごわすね。銀には高い殺菌効果があり、ヴァンパイア撃退には最も有効。ニンニクなどが通用しないヴァンパイアでも確実に仕留めることができるじゃと。確実に？じゃあ銀の弾丸を手に入れるしかないじゃん。ねえねえ、ちょっと聞きたいんだけどさ、この辺で銀の弾丸を買える店とか知らない？それなら私持ってるよ。オッケーオッケー、すぐ出してあげる。はいこれ。下半身に力がみなぎる。ヴァンパイア、これで必ずお前を倒す。それ銀の弾丸じゃなくて銀の短パンだから。ブイヨン殿、銀の弾丸でごわす。銀の弾丸。オッケーオッケー、ごめんよ、すぐ用意するよ。はいこれ。そうそう、これこれ。ありがとうヨン様。何ですかと、ヴァンパイアをそれ銀の弾丸じゃなくて瓶の炭酸だから。しかも決め台詞ゲップで言えてないし。さすがマヨネさん、キリッとさえ渡るツッコミでごわす。てブイヨン殿、銀の弾丸でごわす。オッケーオッケー、わかったよ。はい。そうそう、これね。待ってろヴァンパイア、瓶の先っちょでお前は。それは銀の弾丸じゃなくてピンの先端だから。その丸みじゃ絶対倒せないし。ブイヨン殿。オッケーオッケー、今度は大丈夫よ。待ってろヴァンパイア、この人と一緒にお前を倒す。それは銀の弾丸じゃなくて義理の長男。もはや原型とどめてないから。遠すぎて全然わからなかったでごわす。さすがマヨネじゃ。よく拾ったの。
あ、いや、それも違うか。じゃあ次は。もういい。これ以上やっても絶対正解出ない気がする。銀の弾丸は自力で探すしかないでごわすかね。というか銀の弾丸ならここに泊まってるお客さんの部屋で見たけもうだったら最初に教えてよ。ど。だって客が持ってるか聞かれなかったし。そこは察しなさいよ。じゃあそのお客さんのとこに案内して。ここのお客さん。すいませんすいません。出かけているでごわすかね。多分いる。鍵使う？いいの？別に鍵渡すなって言われてないし。それわざわざ言わないから。でかっ。大きな犬？犬というかモンスターじゃな。このホテルの客ほとんどモンスターよね。どうするでごわすか、チャップさん。寝てるし、後でまた来る？でももうお昼過ぎてるし起こしてもいいんじゃない？すいませんすいません起きてください。いててて何すんだよ。また寝た。まあ起きろジャンプをタオル代わりにカンパ摩擦ってこと？ああ、やっちゃった。何が？このお客さん普段はおとなしいけどめちゃめちゃ寝起き悪いんだ。それ知ってたなら教えだって聞かれなかったし。てよ。出た、聞かれなかったし。だからやめろ。離せ。チャップさんを離すでごわす。今度はペペロンを座布団代わりに。ゴムさん、なんとかして。今度は何？次はトイレじゃない？多分あなたのこと電柱だと思ってる。いろんな意味でショック。そこまでだ。ジョニー骨皮。ベイベージョニー骨からだぜ。なんだこのベクター助かった。ありがとう、チャップ。犬だからやっぱ骨でしょ。チャップにしては珍しく起点が効いたの。こっちにいたのか。ミンタロちだからその呼び方をやめろ。今日は客人を連れてきた。ゃん。また狼男？出た。ヴァンパイアとの戦いで肝心なところで役に立たなかった狼男。その説は大変失礼をいたしました。今日はお詫びとして菓子折りをお持ちしました。王国限定のメロンパンクッキー。でもどうやって？特別に取り寄せました。お得意様がお好きなものは一通り把握しておりますので。ありがとう。相変わらず社会人としてはしっかりしてるのね。お詫びのためにわざわざ来たでごわすか。いや、いろいろ調べたところ、この狼男とそこにいるフランケンがヴァンパイア撃退の鍵を握っていることが分かった。でもこの前あっさり負けたでしょ、狼男は。俺はなぜ骨を舐めてるふが。相変わらずだな。寝起きが悪いぞ、ケンちゃん。男さん。ケンちゃん？男さん？彼の名前はフランケン。だから下の2文字を取ってケンちゃんと呼んでいます。俺は狼男の下の3文字を取って男さんと呼んでるふいや、狼のとこ使いなさいよ。来い、ケンちゃん。が。男さん。やあ、シャ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 。この二人知り合いなの？ああ、狼男とフランケンは以前北方にあるマーロン家に雇われ、一つ屋根の下に暮らしていたそうだ。マーロン家じゃと聞いたことがある。何代も続く老舗の武器貿易商だったはずじゃ。その通りです。当時私は当主マーロン・グラッセの屋敷で執事として働き、このケンちゃんは番犬として飼われていました。そして時を同じくしてマーロン家に用心棒として雇われていたのが皆さんもご存知のヴァンパイアです。ヴァンパイアも一緒に？その頃のヴァンパイアと俺たちは仲が良かったふが。主人のグラッセ様は心優しきお人で、我々がモンスターであるにもかかわらず温かく接してくださいました。我々もグラッセ様をお坊ちゃまと呼び慕っていたのです。あの頃は家族みたいだったふが。
ヴァンパイアと狼男とフランケン、そしてお坊ちゃま、どこかで聞いたことあるような関係性じゃな。信じられないでごわす。今の狼男さんとヴァンパイアはあれだけ敵対してるでごわすよ。それに見た感じヴァンパイアとあなたたちじゃ世界観が全く違うんだけど。確かにそれは否めません。それにはいろいろ事情があるふが。先ほども申し上げたように我々3人はマーロン家で仲睦まじい暮らしをしていました。しかしそんな平和な日々も突如屋敷に飛来したドラゴンによって壊されてしまったのです。当時武器の販売シェア1位だったマーロン家、その存在を邪魔に感じていたビネガーはマーロン家をドラゴンに襲わせたのです。もちろん私たちは必死で戦いました。しかし力及ばずグラッセ様の命を奪われてしまったのです。ビネガーが襲ったのは俺たちの村だけじゃなかったのか。当主を失ったマーロン家は没落。その後ヴァンパイアとフランケンと私はビネガーに復讐を誓いました。グラッセ様の帽子を分け合って。しかしビネガーは我々のかなう相手ではありませんでした。戦いに敗北し深手を負った我々は命からがら逃げ出し、結局チリジリに。その後も男さんと俺はずっとビネガーに復讐するチャンスを狙ってたふが。でもヴァンパイアは？ヴァンパイアはその戦闘能力を買われビネガーの用心棒としてスカウトされたそうだ。なんで？ビネガーを恨んでたんじゃないの？おそらくヴァンパイアは何らかの改造手術を受け記憶を失い今のような姿になったのではと。記憶を失ってる？ええ、私たちと一緒に暮らしていた時のことはすっかり忘れ、月夜街道を抜けようとする私たちにも攻撃を仕掛けてきます。だからあれを用意したんだふが。あれが銀の弾丸？そう、ヴァンパイアの弱点である銀の弾丸と専用銃です。ビネガーのことも憎いふが。でも昔の仲間がビネガーの手先になっているのも見ていられないふが。あの銀の弾丸で私たちはヴァンパイアにとどめを刺そうと思っています。わかるよ。チャップ？俺もビネガーに大切な人を奪われた。あいつは絶対に許さない。一緒に戦おう。チャップさん。まずはヴァンパイア、そしてその先にいるビネガーを完全完璧に倒してみせる。ちょっと危ないから。何をする？銀の弾丸は貴重なんだぞ。そうふが10発しか用意してないふが。そうなの？お尻にお尻に。何無駄遣いしてんのよ。ビンタロちゃんは？月夜街道を越えた先のことを調べてるみたい。ヴァンパイアを倒した頃に合流するって。へえ、そうなんだ。相当気に入ってるでごわすね。だってかっこいいじゃん。ねえ、俺がヴァンパイア撃っていいんだよね？それは狼男かフランケンに任せた方がいいんじゃない？だって昔の仲間を撃つのって気が引けるよね。それはまあそうですが。じゃあ決まり、俺が撃なんか心配。つ。見てろ。よし、狙い通り。嘘つけ。つかその前に弾の無駄遣いしない。残り5発ふが。チャップさんの射撃の腕は心配でごわす。ここはおいどんが。ペペロンはダメ。どうしてでごわす？これに合わないし。どういう理由でごわすか？確かにペペロンはうがうが言いながら銀の砲丸投げてる方が似合ってるかな。イメージが先走りすぎでごわす。だったらわしの出番じゃろ。射撃ならこのアーノルド・ゴブソン・フォードネッガーに任せるんじゃ。っていうかその名前本当なの？さあチャップ、それを渡すんじゃ。やだ。さあ近づくな。近づくと撃もう撃っとるじゃろ。どんだけ弾の無駄遣いすんのよ。残り3発ふが。お、いたぞヴァンパイア。ところで何してんのあれ？自己陶酔中のようです。どんだけナルシストなのよ。まだこちらに気づいてないでごわす。これはチャンスです。できる限り距離を縮めて一気に撃ち込んでください。わかった。弾は残り3発よ。絶対外さないで。わかってるよ。
抜き足差し足忍び足と。音を立てない。ハリセンの音の方がでかいじゃろ。かなり近づいたでごわす。よしチャンス。覚悟しろヴァンパイア。銀の弾丸ギンギンショット。そこで大声出したら意味ないでしょ。外した。しかも3発全部。ヘイボーイ、不意打ちは卑怯だな。許さないです。やべえ。大声出すからでしょ。外した責任は自分で取りなさいよ。ヴァンパイアめ。エアリクリスタルサウダー。行くぞ。見ろ見ろ、この素早い動き。そんな攻撃は愚か。弾丸だって私には通用しないのです。お前、記憶を失ったはずじゃなかったのか。どうしてお前がお坊ちゃまの形見の帽子を。本当はお前、記憶が。うるさいです。そんなわけないだろ、大バカ男。大バカ男、その悪口懐かしいな。俺をそう呼ぶのはお前だけだ。何よこの展開。あの頃のことを忘れてないんだ。来るな、待て。お座り。チンチン。このしつけ方、あの頃のままだ。やっぱり記憶が。どういうことだよ。記憶を失っていないのに、どうしてビネガーの手先なんかになってるんだよ。あの戦いで気づいたのです。ビネガーにはどうやってもかなわないと。それでもお前らが復讐を忘れることはないだろう。再びビネガーに戦いを挑めば、今度は確実に殺される。そう思った。だからここを通すわけにはいかなかったんです。じゃあお前は私たちの命を守るために。でもお坊ちゃまの敵を取るっていう誓いは忘れた復讐を忘れた日など一日もない。こうして月夜街道を守り続け、ビネガーの信用を得て、その側近にまで上り詰めれば、自らの手でビネガーに天罰を下してやれると思っていた。どうしてそんな大事なこと黙ってたんだよ。一人で抱え込んでんじゃないよ、パイちゃん。俺たち家族じゃないのかよ。パイちゃん。ヴァンパイアのパイを取ってパイちゃんです。だからあだ名の付け方おかしいって。男ちゃん。パイちゃん。男ちゃん。パイさん。お座り。お手、チンチン。よしよしよし。よかった。みんな仲直りできす。これからは3人ずっと一緒だ。お坊ちゃま、見ていてください。我らが必ずお坊ちゃまの敵を取ってご覧に入れます。何よこの似つかわしくない展開。なんじゃこりゃ。倒していい空気じゃなかったでしょ。シャボークレイがおのもぶキャラどもが言い訳しながら歩いてる。いつも見ている道すがら見たこともないワクワクを見た。いつまでしぼんだままなの。醜いアヒルのままなの。
もう少しで月夜街道を抜けるでごわす。ビネガーパレスまであとわずかじゃ。狼男から銀の弾丸はギリギリ急所を外れてたからヴァンパイア助かったって。本当よかった。散々跳ね返った後じゃ勢いがなくなってたんじゃな。体を張って俺たちを通してくれたヴァンパイアのためにも先を急ごう。お、なんだこの扉。なんか書いてあるぞい。ヴァンパイアへ絶対開かない扉を設置したからお前クビね。ビネか。なんと絶対開かない扉。それって扉って言わなくない？いや絶対開くはずだ。ベアリクリスタルソード。ダメだ。チャップさん、おいどんに任せるでごわす。びくともしないでごわす。せっかく月夜街道を突破できたと思ったのに、このルートは諦めるしかないってこと？ホテルに戻って作戦の立て直しか。なんということだ。ビンタロちゃん。こんなことがあっていいのか。泣いてる。確かにこのルートの情報を調べてきたのはビンサントさんでごわしたからね。さぞかし悔しかったんじゃろうな。この扉美しすぎる。てそこかい。ねえマオね、今日は何を教えてくれるの？今日は王国限定メロンパンクッキーについてよ。王国限定メロンパンクッキーとはフレンチトースターで大人気のお菓子で、お土産にしたいスイーツランキング大陸ナンバーワンのお菓子なの。口の中に広がる美味しいメロンパンの風味がみんなに愛されているのよ。おばちゃんが焼いたメロンパンクッキーが最高なんだ。次回は謎解きミステリー。盗まれた絵、犯人はこの中に。君は暴けるか密室トリック。次回チリペッパー警部の謎解き依頼。さあ大冒険の始まりだ。